ネトフリガンダムことガンダム EX。今回はこのキットを 3DCG 風のウェザリング塗装で作ってみようと思います。CG のロボットって汚れてるけど光沢感があるじゃないですか。あの感じをなんとか再現したいんですよね。それではご覧ください。こんにちは、神楽坂データです。今日作るのはこれ、HG ガンダム EX。2024年10月17日に Netflix で配信が開始された CG アニメ、機動戦士ガンダム復讐のレクイエムに登場するガンダム。箱は HG としては平均的なサイズ。早速開封。袋の数は3つ。A ランナーは薄いグレーのランナー。スライド金型が使用されてます。普通の HG に比べてかなり細かいディテール。ハンドパーツがボールジョイントじゃなくて丸棒で珍しい。顔よりも見た目を優先したのかな。B ランナーは A ランナーと同じ薄いグレー。C ランナーは AB ランナーより少し濃いグレー。DE ランナーは濃いグレーで主にフレームのパーツ。F1 ランナーはレッドのパーツ。F2 は軟質パーツ。熱可塑性エラストマンという材質。あとは見慣れたビームサーデンのランナー。ホイールシール。マーキング用のテトロンシール。これもかなり細かいですね。ポリキャップはありませんでした。それでは作っていきましょう。パーツを切り出していきます。グレード1ニッパーでパーツを切り出し、残したゲートはアルティメットニッパーで2度切り。まず体の組み立て。肩関節や腹部の関節はボールジョイント。水星の魔女のキットの構造に似てます。頭部の組み立て。ツインアイは周りから飛び出している構造ではなく筋彫りで表現。塗装が難しそう。腕の組み立て。関節は昔ながらの挟み込み構造。手首はボールジョイントじゃなく軸接続。その代わりに前腕に一つ関節が追加されています。足の組み立て。すねが長くなくて人間に近いプロポーション。私はこのプロポーションかなり好みです。腰パーツの組み立て。スカートが横からの固定じゃなくて上から吊るす構造。ボトムズのスコーブドッグなんかと同じ。3DCG 作品だから立体として無理のないデザインにいろんなとこがアレンジされてるのかな。バックの組み立て。軟質パーツを使うのはここですね。武器も組み立てて、各パーツを組み付けて、これでガンダム EX の仮組完成。改造していきましょう。ツインアンテナはカットします。ニッパーでカットしてマジスクで表面を整えます。シャープ化の手間がなくなるし、なくてもガンダム EG8 みたいでかっこいいよね。シールドのエンボーマークも塗り分けがしんどいので削り落とし、デザインナイフで削ってヤスリで整えます。撫で型なのと腕が長めなのがちょっと気になる。肩の可動域を拡張したら良くなりそう。ジョイントパーツをカット。さらに削り込み。これで可動域が広がりました。削り込んだ分強度を足すために肉抜きの穴埋め。シンカー接着剤で穴を埋めてマジスクで削って整えます。向かって左側は改造前、右側は改造後。ちょっと良くなったんじゃないかな。股関節の幅を詰めます。ジョイントパーツをカット&削り込み。向かって左側は改造前、右側が改造後。もうこれは個人的な好みの問題。今回はウェザリング仕上げにするのでゲート跡は処理しなくても大体ごまかせますが、このスライド金型で成形されたパーツなんかはパーティングラインが目立つので、マジスクでカンナ書きしときましょう。これで改造は完了。塗装していきましょう。まずはセンサーの塗装。サーフェイサーエボホワイトで白下地を作成。次に蛍光レッドを塗装。額のセンサーは付属のシールを使ってマスキング。ツインアイの塗り分けをします。ここはかなり細かくて大変。まず、墨入れ塗料で墨入れ。はみ出した部分はエナメル溶剤を染み込ませたフィニッシュマスターで拭き取り。次に目の周囲をエナメル塗料のブラックで筆塗り。塗り終えたらマスキングゾルでマスキング。ここから今回の本題。CG っぽい用紙を塗装で再現してみます。まずは下地も塗装。パーツを組み上げたまんまでメカサフスーパーヘビーで塗装。次にグラデーションをつけます。クールホワイトを薄めに希釈。
面の中心はしっかり塗って、エッジは下地を残すようにグラデーション。この時点でもかなりかっこいい。スポンジチッピングします。3M のスポンジやすりをちぎって、塗料はエナメル塗料ダークグレー。全体にまだらなテクスチャーをつけます。撮影忘れてたんですけど、この後さらにシャーペンで細かい傷を書き込みました。そしてこの上から下地のテクスチャーを残すように薄くエアブラシ塗装。薄いグレーの部分はガイアノーツのニュートラルグレー1。濃いグレーの部分はニュートラルグレー2。フレームパーツはニュートラルグレー5。レッドのパーツはミスターカラーの小豆色。筆塗りで部分塗装。エナメル塗料ジャーマングレーを筆塗りして、はみ出した部分はフィニッシュマスターで拭き取り。ここまでで一旦全部組み立ててみるとこんな感じ。デカール貼っていきましょう。貼った後に透明フィルム部分を剥がせる明日のデカールを使います。キットの付属デカールに似たデカールを探して貼っていきます。デカールを切り出したら水に湿らせます。貼りたい場所にマークセッターを塗って、デカールを貼り付け。湿らせたレディー綿棒で位置調整。一晩経ったらデカールのフィルム剥がし。フィルムの段差がなくなるのでまるで印刷したみたいな仕上がり。一旦反光タグクリアで塗装してデカールを保護。ウォッシングします。スミレ塗料ダークブラウンを全体に塗って、ベビー綿棒でざっくり拭き取り。顔のスリットはくっきりさせたいのでペンでスミレ。コビックモデラーを使いました。目のマスキングを剥がしてみましょう。一気に完成が近づいてきた感じがしますね。最後にエナメル塗料ダークグレーで、もう一回軽くスポンジチッピング。仕上げに光沢クリアでトップコート。ウェザリングで表面が荒れててなかなか光沢が出ないので4回塗装を重ねました。それでは最後に全部のパーツを組み立て。一番楽しい時間です。これで完成、ガンダム EX。以上、ガンダム EX の制作でした。薄めの汚しと光沢仕上げで CG っぽい仕上げを目指してみました。結構それっぽくなったと思うんですけど、どうだったでしょうか？ここからは生成 AI を使ってキットを動かしてみます。これやっててすごく楽しいんですよね。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。神楽坂データでした。じゃあね。